こんちは。お守りとゴール武器の探索パート10始めてまいります。このシリーズもいよいよパート2桁に到達です。大台ってほど大した数字じゃないですが、今は週1ペースでやってるから2ヶ月ちょいか。まだまだ満足する未来は見えないぜ。ほっといたら無限にやっちゃいそうだよ。パート100までに何本ゴール出るかな。とりあえず10までで1本ペース。あと9本出ると考えるとすごいですね。そううまくはいかないと思いますが、そう思ってるとポンと出たりします。ほんと不思議な話だよな。物欲センサーとはよく言ったもんだ。そうそう、ちなみに秘境の花の採取ポイントだが、カットしてるだけで採取してるからね。風オモは 15% ですね。通常マップより入手率が高いです。では煙活用での採掘を決めまして、ディア君参りますか。前回から始めたヘビーでの背中破壊だが、もうちょっとうまくいきそうなんだよな。確か、破壊に13、4発かかってたが、打ち方次第でもっと少なくて済むはず。なんか妙に斜めからになっちゃうんですよね。ヒット数的に正面のが良さそうなんですが。こうしてディア君の気まぐれで真横向いちゃうことも、こうなると下りが確定します。相当背に吸われてそうな感じもする。部位が分かりづらくて困るぜ。ガンナーは知識が8割とかよく言われるけど、まさにその通りだな。とうとう真反対を向かれてしまいました。ワンマが破壊どころではありません。ヘビー持つなら立ち位置の調整が肝ですが、相手のコード埋まってるとそれはそれでロスになります。パットもしゃがみも展開が遅いからね。暗いモーション明けに打ち始めたいのよね。今回はツーマガメの途中で破壊した。打ち方が悪い時の効率の悪さがわかるね。ガンナーの経験の浅さが出ていますね。これは要練習。逆に立ち位置さえ良ければ破壊はすぐです。これは比較的良いパターン。正面かつ若干ディアに対し下目からの射撃。これは腹にたくさんヒットするみたいだ。ちゃんと当たれば10発ちょいで壊せる。かなり早いぞ。最初のテイクとはまさに雲泥の差です。肉質、ヒット数、クリティカルがものを言います。最速では10発目で破壊できるのを確認しました。ここまでうまくいくパターンは珍しいですが。Y 軸の位置もかなり重要っぽいね。これは若干運ゲーになるけど。少なくともガーディアーカ時代よりは圧倒的に早い。ちゃんと効率化はできてると言えるぞ。最初は位置が合っててもワンマがフルに使ってましたからね。確かに前進できています。ちょっと惜しいのが出ていますね。貫通攻撃と匠の打ですか。どちらもポイントとスロが足りなかったね。組み合わせはかなり面白そうだったが。ただね、さも分かったように評価してるんだけど、神オマスルーしないようにも気をつけたいんだよね。前回、射砲と三段強化のオマをスルーしたんですが、これ拡散弓的にかなり強かったみたいで。弓を使わなさすぎて思わずリリースしちゃったんですが、とりあえず拾っておく精神も大事かも。我々よりよほど詳しい人がコメントくれるからね。使い道わからないなら聞けばいいし。このパターンはほんと気をつけないとな。いつどこでゴール武器出るかわからんぞ。普段使わない武器種は特に注意ですね。体験あたりならパッと見て実用性が浮かぶんですけど。前回も三段拡散と射砲が頭で結びつかず、短絡的に捨ててしまってました。で、こういう砲術銃みたいなのは手を止めるっていう、これこそパッと見でスルーするべきなのにな。この企画も回数を重ねて変な慣れが出ちゃってるかも。今回で強制のきっかけができたのは収穫かな。よくわからないならとりあえず取っておく。その精神は重要ですね。こうして議論になるレベルのお守りが出ているのは、シンプルに良い傾向かなと思います。何もないのが一番答えるからな。やはりこういう集会は回数がものを言う。今回もちょいちょい惜しいのは出てるんだよな。この回避性能6、匠7とかね。匠の両オマも全然ないんですよね。シニュで匠7スロ2がなくて困るレベル。感覚的には匠は真打ちと同等か、それ以上に重いスキルです。実は匠がつくめぼしい防具って珍しいよね。捨てないも数ポイントだけだし。なわけで今回のお守りはここまで。次もこの調子でいこう。最後にポイントだけおもろいのが出ました。火星7貫通8スロ2。シールドヘビーに有効ってか、やかましいわ。おお、楽しませてくれるね。無駄に最大クラスなのが腹立つぜ。じゃ気を取り直して、武器掘りと行こうぜ。では続いて武器掘り参りましょう。狩猟パート先に行きます。今回はみんなお待ちかね。1728のスムラ睡眠を使うぜ。完全ゴール武器じゃないですか。そんなの持ってたっけ。陽覚醒ゴミ詰まりのですか。脅かさないでくださいよ。これはこのデータ最初の1728スムラだ。確かラーラーで手に入れたはず。見た目は黄色発光のアギトだ。よく見れば金色、無理があるか。こう見るとこの武骨さも悪くないですね。我々は性能が良ければよく見えるタイプ。陽覚醒の睡眠がついています。残念ながら属性値は最低のパターンですね。
当然ながら覚醒が必須だから、追加の火力スキルは弱得が限界だね。この武器、多分動画で担いだこと一回もないんだが、つまりはそういうことさ。いくら睡眠でもね、スキルが圧迫されるのが致命的です。そもそもそこまでバカすか寝るわけじゃないので、挑戦弱とプローグのが全然強いです。続撃で極限中に寝たりするとおもろいんだけどね、どうしても運次第になる。そういうわけで割と早期に使わなくなったが、今回久々に使いたくなってね。せっかくなので続撃つけてラージャン行きます。睡眠が出れると面白いですよ。ただし、睡眠がついてるからといって、無理に手数を求める立ち回りは NG です。切れ味の消費が痛いからね、普通にタメさんを最優先で狙っていくぞ。初手から睡眠エフェクト、かりそめのものでも気分いいな。やってることは最高倍率スムラ睡眠。純粋にこれを触れる日が来るといいですね。睡眠体験はまさにゴールオブゴール。このゲームの極致とも言える武器です。マジで発掘武器の王だよな。手に入れたら世界が崩壊しそうだよ。我々の視聴者だけで複数名手に入れている事実。世界が広いのか狭いのか。ゴール武器の募集企画は良かったですね。あれもこのシリーズ始めるきっかけになっています。そういや、お守り募集ももう去年末ですか。そろそろまた何か募集企画やりたいですね。この世界には 4G の戦士たちが何人もいるからな。彼らを放っておくのは損失だと思うね。というわけでちゃちゃっと極限を解除だ。見込みでも問題なし。エフェクトの出も良好ですね。このままいけば。はい、1回目の睡眠が取れました。最初はかなり早いです。猫飯で特殊攻撃術をつけて、睡眠値は430だ。多分あってもなくても変わらんけど。この最中に遂げるのも睡眠の特権だ。やりたい放題だぜ。そして弱点に叩き込む2倍の物理ダメージ。睡眠体験が最強となるゆえんです。ソロでもマルチでも睡眠は抜けて強い状態以上。1人いるだけでガラッと変わります。なんなら、外見いなくても結構違うからね。起き上がりも含めれば長く拘束できるし。ソロでも体験ならぶっちぎり最強。麻痺や氷やラメじゃないくらいだぞ。麻痺はソロと相性良くないのと、氷は極限の属性カットがありますからね。多少のダメージ差は睡眠タメさんで覆ります。本当に隙がない。まあ、1728スムラなら麻痺も氷も嬉しいけどね。まだまだ上がいるすごい世界だぜ。そんで、2回目の睡眠だが、エフェクトが見れなくなってきたな。ちょっと運が向いてないかも、ですね。もともと手数が少ないので仕方ないですが。体験の睡眠は2回目以降、結構ブレると思います。ここが唯一の弱点っちゃ弱点かも。出ないなら出ないで普通に戦えるけどね。無属性でも強力なんだから当たり前だが。最近、体験ラーをよくやってるからか調子がいいな。なんぼ上手くてもいいからね、こんなの。今後もこの子に通い続けるでしょうしね。モンキーハンター4人。特に、最近は生産で狩るのにハマりつつあります。密かに6レギ7分台を狙ってますよ。10分は切れるけど、8分切りはかなりハードルが高い。TA 勢を見ては眩しく感じてるぜ。改めてやると、これまで感覚でやってたのを痛感する。我々って基本、脳筋プレイだからな。それに加えて安定志向が強いですからね。とりあえずストレスなく回れるのを重視してます。逆に言うと、極限まで詰める方向になかなかいきません。いざタイムを求めるとかなり苦労します。動画やってなかったら永遠にこのままだったかも。やっぱ目標あると違うね。さて、最極限が来た。当然のように睡眠は取れてないな。多分、うまくいっててもまだ取れるペースではないと思います。一応続撃から研いでいますが。レベル136以降は状態以上の耐性が2倍になります。ラーの睡眠は初期300で上昇が200ですね。つうことは属性値430だとタメ3で860で、これを5回発生させないといけないのか。これはだいぶエフェクトの発生に左右されるね。期待値で言うと15発のためを当てないといけない。それと時間による減少もありますから、他にも単発で当てたりしないと無理そうですね。そして極限中は石の効果時間内でないとダメと、こりゃ極限に重ねるのは相当難しいですね。寝れば解除がかなり近づくんだがな。こだわらずに地道に削ろう。少し飛んでエリア2に来たぞ。解除2回目がそろそろ終わるが。全然寝る気配がありません。これでは続撃を選んだ意味が。結局、そのまま3回目の極限になってしまいました。これ解除したらもう瀕死ですよ。この武器こんなもんだったっけ？使ってたのだいぶ前だから思い出せん。というか、当時はラーラーで使ってたんだった。体力的に未遂は無理そうだな。当時使ってた装備すら思い出せません。多分似たようなものだったのでしょうが。ソロのラーラー、確か紫入りでやってて、合流が面倒だった覚えありますね。今ラーラー回してる人すごいわ。マップ次第だろうけどさ。団体やり始めると気楽すぎてね。もうラーラーはどこにあるかもわからん。
しかし、極限と投機効果が重なってしまいましたね。だいぶ蓄積がしづらくなりました。解除中に効果すれば柔らかくなっていいんですが、ここが一番運が絡むポイントです。タイミングによって余裕で数分違ってくるよね。TA 勢にとっては死活問題だろう。我々もなんとか寝させたいモードになってる。もう降下するな。趣旨が変わってきました。あくまで指標は討伐タイムですからね。幸い、極限中のコード運はまあまあでした。効果も使ってきませんでしたね。石が全切れする最悪のケースは免れたな。さすがにそこまでぐだることは少ないが。さあ、10針が見えたタイミングで最後の解除。睡眠が出れば確実に倒せると思うが。転倒、火怒り、そして疲労が重なりました。ここで一気に攻め立てます。横殴りから強ためも使ってみましょう。手数と補正をフルに使って。追撃の横ペチだ。これでどうか。よし OK、寝たぞ。白毛だがこのまま決めに行く。昏睡から永遠の眠りへ。これが覚醒睡眠の本気です。1728覚醒5見詰まり、9分42秒でランを沈めました。まあ、なんつうか平凡なタイムですね。弱徳だけにしては強いとも言えるが、これ、覚醒を挑戦者にした方が早いだろうな。我々も惚れた時はテンション上がったんだけどね。初のスムラ補正が大きかったな。ちなみにお分かりの通り、続撃も不要だと思います。進撃パターンのが普通に早かったです。なんだかな、個性だと思ってたけど、これは個性ではなかったか。つまり、要は睡眠ではないということ。発動すれば強いってもんじゃない。最高レベルの物理に睡眠が乗る、これが強いんですね。それゆえに生産の睡眠武器は低倍率になります。素で睡眠がつく発掘体験は別格ですが、陽覚醒ではただの凡武器。これを覆せる神オナでもありゃ話は別だがね。ノウトウ7属性解放7スロ3なら世界が変わる。ただ、こんなもんいつ出るか見当もつかんし、さらに武器側にもスロ3が必要だ。ということで覚醒アギトくんでした。せめて動画に出してあげれてよかったですよ。さあ、じゃあもうちょい武器掘るとしますか。今度はマラソンでいろんな武器を。よし、気持ち切り替えていこう。本物の睡眠発掘を求めて。さてと、それじゃあケロロをかぶりまして、また自爆マラソンリレーやっていくぞ。前回から採用したお宝マラソン手法ですね。今回もたっぷり掘っていきますよ。これ、やっぱり効率の良さは上がってます。さらにいろんな武器が掘れるのもいいですね。ずっと同じクエと鑑定だと辛いからな。何事も変化を加えないとね。あと、課題としては使えるクエの数かな。マラソンに適したギルクエが3つしかない。近日中に保管クエをチェックして育てる予定です。そこで候補が見つかれば常設してもいいかも。武器種が体験たちに寄ってるのもあるので、総研あたり来てくれると嬉しいんですがね。いろんな武器があればいろんなモンスが借りやすくなる。いつでもゴール武器はウェルカムさ。早速武器が出たので最初の鑑定。氷スロさんのレア級たちが来てくれた。たちも何気に強い武器を持っています。最近出してないので使ってもいいかもですね。2つ目のテオ体験クエでも風武器出ました。開幕、いい調子ですよ。期待値的に1つ以上武器が出る確率が3割ちょい。素人の適当計算だけどね。つまり、3クエ回ってりゃ最低1個は出る計算だ。精神的にも負担が減っていいよなこれ。武器が出ずリセットする敗北感といったら、この作業の辛い部分でしたからね。3つ目のティアクエでは武器は出ませんでした。振り出しに戻ります。じゃ、ガンガン回していこう。何でもいいから強いの来い。お、最高倍率ディアルテミス。だけど、切れ味が死んでしまっている。これでレア級ってことは切れ味のポイントが低いので、まあ紫は出ないでしょうね。とはいえ、これが多分初のサイバイルテミスです。せっかくなので見た目とか確認しときましょうか。ベースの形状がすでにいいからな。どんな色でも似合うだろう。おお、黄色の気発光か。もうほぼエストーレじゃんこれ。並べてみると違いはわかります。さすがにエストーレの方が本物の金色感ありますね。ただ、どちらかだけだとマジで見分けつきません。完全に同系統ですしね。で、分かってたけど田代と、03だしスムラなら担ぐ余地あったよな。でも見どころにはなったわ。ルテミスくんありがとう。やっぱ見た目がいいと楽しいですね。結局世の中は顔か。あ、そうそう、そういえば前回の反省を踏まえて、裏でジャンタルを集めておいたよ。前回まで在庫が少なかったんですよね。この作業は1回あたり3つ消費しますが。全クエで当たった場合9個必要になります。その分は確保してきました。まあ、それでも補充忘れたりするけどな。自爆マラソンだと毎回補充するわけじゃないから。お守りだと補充確定だからパターン化できるんだが、状況によってやること変わるの難しいね。で、肝心の鑑定結果ですが、今回はレア級体験やレア中たちが何本か出てました。ただ見れるような性能は一切なし、高倍率が遠いです。
白なしでも1728つむらが活かせるようになったんよな。前回当てた抜刀会心のお守りのおかげでね。今回はこれで終わりだが、確実に道は開けつつあるぞ。ですね、腐らず頑張りましょう。はい、ということでコンパート締めます。再度この映像ですみません。もともとはこれで終わる予定だったんだ。許してくれ。ただ、陽覚醒のリアルってのは伝わっただろう。体験じゃ稼にしかならんのさ。弓ならラギア X との相性でなんとかなりそうですが、発動必須が重しになるのは間違いないですからね。とにかくその倍率とスロットこそ正義です。ひたすら高倍率狙いの旅が続きます。そろそろ辛い花粉の季節だが、負けずに武器掘り頑張っていこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。